どうも、きみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。2年前ぐらいにですね、こちらの iPad 第7世代ですね、これのレビューを公開しまして、本当大勢の方にご視聴いただきました。ありがとうございます。あの時から今までずっとこちらの iPad 第7世代を僕は使っているんですけども、今日はですね、手元にこちらの2021年5月に発売された iPad Pro 12.9 インチがあります。こちらは Apple さんよりお試しくださいということでお貸し出しいただきまして、しばらく使わせていただいているものになります。で、今まで iPad の第7世代を使っていた僕としてはですね、こちらの iPad Pro 12.9 インチしばらく使ってみて、今これに買い替えたい気持ちがかなり高まってきています。これ個人的にはかなり使い心地いいです。そういったわけで今日はこちらの iPad Pro 12.9 インチのスペックとか機能レビューを実際に使用しながら紹介していこうかと思います。また実際に使ってみてどんな方にこの iPad 12.9 インチがおすすめかっていうのもね見えてきましたので、そういうのもねお話ししていこうかと思います。結論としては iPad を使ってこんなことをしたい人に向いてるんじゃないかなと思いました。まずはイメージ通りに写真現像をしたい方、画像編集をサクサクこなしたい方、本格的にイラストを描きたい方、本格的に動画編集をしたい方、アイデアノートとして使いたい方、動画や雑誌などを大画面で見たい方、このあたりを iPad でやっていきたい方にはね非常に向いてるんじゃないかなと思います。その理由をこの後説明していきます。あと今回はですね、最近公開された今年の秋に正式リリース予定の iPadOS15 のパブリックベータ版っていうのをねインストールして、こちらもねしばらく使ってみましたので iPadOS15 を使ってみた感想っていうのもねレビューしていこうと思ってます。これも結構面白い機能がいろいろついてますので、最後までね動画ご覧いただければと思います。では早速まずはこちらの iPad Pro 12.9 インチのレビューをしてみましょう。まずは本体のスペックから説明していきます。今回お借りしているのが iPad Pro 12.9 インチ第5世代ですね。色はこのようにねシルバーでございます。Wi-Fi セルラーモデルで、容量は 1TB、Apple M1 チップ搭載で 16GB の RAM とリキッドレティーナ XDR ディスプレイ搭載です。あとこのポートの部分は USB-C サンダーボルトを搭載しています。で、今回の iPad Pro 12.9 インチの結構売りになっている部分といえばやっぱりこのですねディスプレイですね。リキッドレティーナ XDR ディスプレイ。まずはこの 12.9 インチの大画面、こちらの紹介からしていこうと思います。見ての通り 12.9 インチだけあってね、画面が大きくてとても見やすいです。こういう風に動画とか映画だとこれぐらいね大画面だとやっぱり迫力あって映像の体験っていうのはね非常に高まると思います。あとこういう雑誌とか見るときもやっぱりねこの大画面っていうのは強みだと思うんですよね。雑誌だとどうしてもね文字が小さくなるので 10.2 インチとか11インチの iPad だとねやっぱり字がちっちゃくて読みにくさもあるんですけど、この 12.9 インチの iPad だとこういったね小さい文字も読みやすいです。あとこのホーム画面のスクロールとかすごい滑らかじゃないですか。 120Hz のリフレッシュレートなので、こういう風にねホーム画面の動きとかっていうのもかなり滑らかに快適です。全然こう引っかかる感じがないですね。この大画面なので携帯性というところで考えると大きくて重いイメージもあると思うんですけど、これ持ってみると意外と軽いんですよ。このサイズなのに結構軽いです。なので僕も最近は出かける時にカバンの中にはいつも使っている MacBook Pro 13インチではなくてこちらの iPad Pro 12.9 インチを入れて持ち歩いていますけども、重さはねほんと全然苦になりません。続いてこちらの画面の表現力についても話していこうと思うんですけど、こちらこの薄い本体、こんなに薄い本体の中に1万個以上のミニ LED を背面に搭載してるんですね。でこれ今明るさを最大にしてトゥルートーンをオフにした状態でご覧いただいてるんですけども、ミニ LED を採用した画面なのでこうねコントラストがすごい綺麗に出てるんですよね。かといってこう目が疲れるってこともないですし、画面に非常に立体感があって、あと奥行きがしっかり出ていてきめ細かくすごく美しく見えます。今回の画面は黒がとても綺麗に出るということだったので、ちょっと部屋を暗くして検証してみようと思います。見てわかると思うんですけど、第7世代の方はやっぱりね
この上下のフレームとか黒い部分がグレーなんですよね。画面全体が明るくはなってるんですけど、こちらの 12.9 インチの方のように黒の部分がちゃんと黒っていう風にはなってないんですよね。この上下のレターボックスと言われるね、上下の黒いフレームのところっていうのも 12.9 インチの方がちゃんとね、黒いフレームになってますよね。漆黒というか。iPad Pro 12.9 インチの方は黒がちゃんと表現されていて、こんな感じで明るい部分と暗い部分のコントラストもはっきりしているし、黒の中でも微妙にちゃんと階調分けされていて、黒にちゃんと立体感があるんですよね。明るい部分もちゃんとコントラストが綺麗に出ていて、この元々映像自体がとても美麗なものなんですけども、その魅力をちゃんと最大限に引き出せてるのはね、やっぱりこっちの 12.9 インチの方なんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ綺麗ですよね。こんな感じでかなり映像表現に差が出ますね。iPad Pro 12.9 インチの方が圧倒的に綺麗ですね。あとこれ日中の屋外でも試しに見てみたんですけど、もちろんね、こういう風に鏡面反射みたいなものはするんですけども、画面が滲んだり完全に白飛びして見えなくなってしまうってこともなくて、屋外で何かこう映像を見るときもそうですし、何かね、撮影した直後の写真データなんかを屋外でプレビューするとかいうときも、画面反射で何が映ってるかわかんないみたいなことにもならないで、ちゃんとね、今撮影したばかりのカメラのデータを iPad Pro にデータ転送して、その場で日中の日差しが強い中でも iPad Pro の画面でプレビューするってこともね、できますよね。あとこれスピーカーの音質がめちゃめちゃいいですね。スピーカーはこことここ、あと反対側にもこことここのね4つスピーカーがついてるんですね。なのでこういう風に映像を見ている時に画面から音が自分に向かって出てきてるっていう感じがすごいします。というのも、例えば MacBook Pro だとスピーカーがこことここについてるんですよね。なのでキーボードから音が出てるって感じで、画面から音が出てるって感じにちょっとね、あんまり聞こえない時があるんですよ。それに対して iPad Pro だとこの辺りから正面に向かって音が出てくるので、音のね、迫力、臨場感っていうのもね、かなり違ってきます。こういった迫力のある映像だったり映画とかっていうのを見たいときは、やっぱりこのね iPad Pro 12.9 インチ、この画面だとね、かなり迫力のある映像が見られるんじゃないかなと思います。で、今回はですね、こちらの Apple Pencil 2、こちらもお貸し出しいただいてますので、これを使ってね、グラフィックアプリの使用感っていうのもね、今確かめてみたいと思います。こちらはライトルームで写真の現像をしていきますが、ミラーレスカメラで撮った写真をローデータという色情報が少ない生ファイルみたいなもので読み込みまして、このライトルームの方で思い通りの色にしていくってことをしています。こういう風に Apple Pencil を使うとスライダーを動かしたりもしやすく、こんな風に簡単に写真の現像とか加工っていうのができてしまいます。僕はインスタにアップする写真はこのライトルームで加工していますが、この iPad Pro と Apple Pencil の組み合わせっていうのはね、かなり加工しやすいんじゃないかなと思います。このコーヒー豆の部分だけ明るくしていきたいので、ペンでマスクをかけてこの明るくなった部分にだけ明るくする加工を施します。どうでしょう？これが元の写真で、こちらが加工後の写真。いい感じの淡い色合いになって、黒つぶれしていた部分もちゃんとね、明るく細部まで見えるようになりました。この服の部分とかそうですね。さあ、ライトルームでの写真の現像加工が終わったので、これを今度は Photoshop に書き出して編集していきます。こういう風にボタン一つで Photoshop に書き出しができるんですけども、書き出しスピードも速かったですね。で、まず選択ツールを長押しして被写体を選択を押します。そうすると Photoshop が自動的にこの写真の被写体と思われる部分をこういう風にね、選択してくれます。これもめちゃめちゃ便利なんですよね。で、これでコップと手が選択されてますよね。ここにレイヤーを追加して今選択した部分をそのままコピーしてその空のレイヤーにペーストします。こうするとコップと手の部分だけ複製されたことになります。で、この2枚のレイヤーの間にもう1枚レイヤーを追加して、ここに文字を書いていきます。まずブラシを選択して太さも変更して、で、筆で塗るように Apple Pencil をスッとこう走らせると、こうやってね、綺麗に線が描けます。次にペンを変えてブラシの太さも変えて文字を書き込みます。こんな感じで簡単に筆で書いたような線や文字を書き込むことができます。
なのでこのように Photoshop での画像編集なんかも iPad Pro と Apple Pencil の組み合わせだと非常にねやりやすいんじゃないかなって思います。次はですね、Procreate でお絵描きをしてみようと思います。こたつの写真を参考にイラストを描くというのをやってみたいと思います。まず写真を取り込んで1枚を参考写真として左上に置いておいて、でもう1枚をトレース用の写真として透明度を変えて半透明にして一番下にロックして敷いておきます。じゃあまずアウトラインをなぞっていきます。この鉛筆を使って描いていきます。これ本当にアナログの鉛筆で紙に描いているかのような描き心地です。遅延も全く感じませんし、筆圧とかペン先の角度も手の感覚の通りに再現してくれるので、Apple Pencil が Procreate で選択したペンそのものになるような感覚で描画できます。こういったイラストアプリは本当 Apple Pencil との相性が抜群ですね。この Procreate は有料アプリですけども、このようにペンの種類も豊富なのと、塗った感じもアナログのそれと遜色ないくらいリアルなので、これだけでね画材をひとまとめに持っているような状態になれます。で画面が 12.9 インチと大きいので、左上に参考写真を置いて、これを見ながら描画するってこともねしやすいですね。で描画範囲も広くて、感覚的には A4 まではいかないけども A4 と英語の間ぐらいのサイズ感で描画できます。何よりこういったイラストアプリだと実際に紙に描いてるわけではないので、塗る色ごとにレイヤー分けすることで、もしね最後に塗った色が間違えてしまったとかでもそのレイヤーだけ修正すればいいっていうのができるので、これがね iPad のようなデジタルイラストレーションのいいところですよね。でプロのイラストレーターの方も iPad と Apple Pencil の組み合わせで仕事をされてるって方もね結構いらっしゃるようなので、もうね十分仕事にも使えそうなんじゃないかなって思います。iPad で本格的にイラストを描きたいという方は、このね iPad Pro 12.9 インチと Apple Pencil 2の組み合わせ、これはねかなりおすすめだと思います。はい、完成で30分ぐらいでちゃちゃっと描いたので、ちょっと適当ですけども、普段からイラストを描いていない僕でもこれぐらいね、簡単に描けちゃいました。ちゃんとね、こたつのもちもち感が出てるんじゃないかなと思います。続いて LumaFusion で 4K の動画の編集をしてみます。この動画編集は細かく説明するとキリがないので、今日はねちょっと処理速度についてだけ簡単にレビューします。これ今 4K の動画を読み込んでるんですが、これを普通にプレビューするとこんな感じです。でこれをタイムラインに置いて、タイムラインでシークバーっていうね今の再生値っていうのを動かすと、 4K だと普通ねカタ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 とねスムーズに動かないんですけども、コマ落ちしたような感じになっちゃってあんまスムーズに動かないんですけど、どうですかね、結構スムーズに動きませんか？僕は普段は動画編集に2019年の MacBook Pro 13インチを使ってますが、プロキシファイルっていう容量を圧縮したファイルを作らないとスムーズにねタイムラインの移動ができないんですけど、これはね今 4K で取り込んでますけども、 4K 動画もこれだけスムーズにシークバーを動かして再生できます。あとねやっぱり画面が大きいのでタイムラインを広く見られるので、こういったところも動画編集する上ではねかなり強みなんじゃないかなと思います。動画編集はもう少しね検証したいですが、今日はね 4K の処理能力だけ分かっていただければと思います。で続いて GoodNote 5を使ってアイデアノートを作ってみたいと思います。これも 12.9 インチというね大画面なので、こういったねノートを広々を使ったメモとかマインドマップを書いてアイデアノートとして使うことができます。やっぱり広いキャンバスの方がいいアイデアとかアイデアの数も出せるので、このね画面サイズっていうのは心理的にもね使いやすいと思います。
こんな感じで画像を読み込んだりもできるので、アイデアノートとしての使い方もね、かなりいいですね。はい、グラフィックアプリの使用感はこんな感じですね。あとこの別売りのマジックキーボード第2世代もお借りしたので、こちらもね簡単にレビューしますけども、これもさすがに iPad Pro 12.9 インチとの相性はいいですね。初代も使わせてもらったことはあるんですけど、こちらのね第2世代のマジックキーボードはね、タイピングの遅延とか全然感じないし、かなりスムーズに文字入力ができますね。ブログを書く方とか文字入力をする方っていうのはね、文字のちょっとした遅延とかっていうのが非常にねストレスになると思うんですけど、全然そういうのを感じないので、かなり快適にキー入力っていうのもできるんじゃないかなって思います。はい、いかがでしたでしょうか。 iPad Pro 12.9 インチの本体のレビューはこんな感じでしょうかね。比較対象が2019年の iPad 第7世代だったり、同じく2019年発売の MacBook Pro 13インチだったりしたので、ちょっとね最新の機種との比較というふうにはいかなかったんですけども、ガジェット系の YouTuber さんとかでない限り、毎年のように iPad だったり MacBook っていうのを買い替えるってこともないと思うので、実際ね僕も2019年から買い替えてない状態で今検討してるってところなので、同じような状態の方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、そういった方にね参考にしていただければと思います。 iPad Pro 12.9 インチの本体のレビューはこんな感じにしまして、ここからはですね iPadOS 15のパブリックベータ版のレビューをしていきたいと思います。実際にこちらに iPadOS 15のパブリックベータ版っていうのをね入れまして使ってみましたので、そのね所感をお伝えしていこうと思います。ちなみにこのパブリックベータ版は Apple の特設ページからパブリックベータソフトウェアプログラムというのに参加すれば、皆さんもインストールすることができます。ただあくまでテスト版なので、リリースまでに機能が変わることもありますし、もしかしたら今のバージョンだと動作が不安定なところもあるかもしれませんので、そのあたりご了承の上、自己責任でインストールしてみてください。また今回この動画では実際のパブリックベータ版の画面をお見せしながらレビューをしていきますが、これは今回のレビューのために特別な許可をいただいた上でパブリックベータの画像とか動画っていうのを載せさせていただいております。本来パブリックベータの画面のスクショとか画面をキャプチャーした動画とかっていうのは SNS とかメディアに公開することは禁じられてますので、その点もねご理解ください。といった感じで iPadOS 15のパブリックベータ版を使っていきますけども、実際使ってみては思いましたけど、いろいろ使いやすくなってますね。ちょっと順番に説明していこうと思います。iPadOS 15ではこういった感じでウィジェットをホーム画面に置くことができるようになりました。こちら iOS ではもう実装済みでしたが、やっとね iPadOS の方にも実装されるようになりました。で、配置の仕方もすごい簡単で、ホーム画面を長押しするとここにプラスボタンが出てくるので、これを押します。そうするとウィジェットのリストが出てくるので、ここに候補も出てきますけど、ここのリストから選ぶこともできまして、例えばカレンダーっていうのを選んでみると、カレンダーはまずこういった小さいサイズの正方形の月表示カレンダー、こちらが選べますし、あとはこういった次の予定っていうのが表示されるものを選べたりとか、あとは横長ですね。ここに次の予定とこちら側にカレンダーを表示したもの、さらに大きいウィンドウのものですね。それとあとはこういう風に時間別のスケジュールっていうのを表示するもの、あとは iPad の方ではこういった大きいサイズのウィジェットを配置することもできます。結構迫力ありますけどね。こんな感じでウィジェットをホーム画面に配置することができます。で、置いたウィジェットを長押しして削除とかすればもちろんしまうこともできます。こういう風にねウィジェットをまず置くことができます。で、あとここの右下にありますこちらは App ライブラリーですね。こちらも iOS の方にはすでに搭載されていますけど、今この iPad に入っているアプリが全てこのカテゴリーに分けられて保管されています。例えば今この画面にたくさんアプリが並んでますけど、このアプリを例えば長押ししてで削除してホーム画面から取り除くっていうのを押しますと、ホーム画面からは今のアイコンなくなるんですけども、 YT Studio のアプリを今選択しましたが、 YT Studio はこの App ライブラリーの中には格納されています。なので iPad からアプリそのものが消えるわけではなくて、あくまで App ライブラリーに一時的に格納されると、そういったことになりますね。で、もちろんこれを長押ししてホーム画面にもう一回持ってき直せば、このように配置することができます。あと iPadOS に以前からあったマルチタスクの表示がより操作しやすくなってます。
例えばサファリを開いて、ここの上に点々点というね、3つの点がついたボタンみたいなのがあるんですけど、これを押します。そうするとこういう風にウィンドウが3つね、分かれて表示されます。一番左のこの全画面のボタンは、この画面いっぱいに1つのアプリの画面を表示するっていうモードです。それでこの真ん中ですね。真ん中はスプリットビューですね。でここで別のアプリを選択すると、このように画面が2画面分かれてスプリットビューになります。でこちら側に先ほどのサファリの画面、こちら側に今開いた GoodNote 5の画面が表示されてます。で真ん中のこの仕切りの線をこういう風に移動させれば比率を変えることもできます。こんな感じで。でこのように一番右まで持っていけば、最初に開いていたサファリを画面外にして GoodNote 5を全画面に表示するってことができるようになります。でまたここに3つの点が表示されましたけど、これを押して、で今度は一番右のボタンを押してみます。こうすると今ここにしまわれましたけど、ここでもう一回今度はサファリ開いてみると、今このようにスライドオーバーですね。下のレイヤーにサファリの画面があって、その上にポップアップするような感じで先ほどのGoodNoteが今表示されています。でこの画面は左側に持っていったり右側に持っていったり、右端までフリックすれば上に浮かんでいた画面を画面外に外すことができます。で今までスプリットビューだったりっていうのは、下からこういう長押ししながらこの右端に持ってくるとスプリットビューになるとか、あと同じように長押ししながらこの画面の上に持っていくとスライドオーバーができるっていう風になっていたんですけども、この操作も別にそんなに難しくはないんですけど、このね上の点々点のボタンを押してこのウィンドウを選ぶことで、よりねこのスプリットビューだったりスライドオーバーっていうのが選択しやすくなりました。あと iPadOS ですごい便利だなと思ったのがクイックメモという機能があります。例えば画面を見ていて何かね今これをメモしたいなと思った時に、ここの画面の右下からこういう風にスライドさせることで、こういう風にね付箋みたいな感じで白紙のメモが出てきます。でここリンクを追加ってありますけど、例えばリンクを追加を押すと今見ているこのサファリの画面のリンクっていうのをここにそのまま貼り付けることができます。であとここに手書きでメモしたいなと思ったら、ここに普通にメモをね書くことができます。で今書いたメモはこのメモアプリのこのクイックメモっていうところに保存されます。こんな感じでちょっと雑であれですけども、こういう風に直感的に画面を見ながらすぐにメモして、それがちゃんとメモアプリの方に保存されるっていうね、こういう風に何かねメモしたいなと思った時に iPad の中に付箋を表示させるような感じでクイックメモを表示させて、そこにメモを書き込んで、メモとして保存することができるっていうね、これもね結構使うシーン多いんじゃないかなと思います。あとテキストボックスに手書きをした時にそれがねデジタルの文字に変換してくれるっていうスクリブルっていう機能があるんですけど、これがね日本語対応するようです。で例えばこのクイックメモの下の検索窓、ここに手書きで日本語対応するらしいよ、ちょっと殴り書きですけども、こういう風にちゃんと日本語対応するらしいよっていう文章で入力されます。でこれ開くとこういう風にね日本語対応するらしいよってタイトルのメモにヒットしました。こういう風に手書きで入力したものがデジタルの文字にちゃんと変換されるっていうね、こういう機能もついてます。はい、こんな感じですね。他にもいろんな機能アップデートがあるようなので、気になる方はね iPadOS15 のパブリックベータ版実際にねインストールして使ってみてください。先ほども言いましたが自己責任でお願いいたします。はい、そういったわけで今日はこちらの iPad Pro 12.9 インチのレビューと iPadOS15 のパブリックベータ版のレビューをしてみました。改めてこちらの iPad Pro 12.9 インチをおすすめする方っていうのをまとめますと、まずイメージ通りに写真の現像をしたい方、画像編集をサクサクこなしたい方、本格的にイラストを描きたい方、本格的に動画編集をしたい方、アイデアノートとして使いたい方、動画や雑誌などを大画面で見たい方、このあたりの方々には強くおすすめします。画面のサイズ、美しさ、見やすさ、色の正確さ、そういったものをね求められる作業っていうのをする方にね強くおすすめいたします。そういう意味ではちょっとしたメモとか小説などを読書するときなんかは iPad Pro の11インチとか iPad Air とか無印の iPad なんかでもね十分なんじゃないかなとも思います。こちらの iPad Pro はもうしばらく Apple さんから貸していただけそうなので、もっとね使い倒していきたいなと思います。今日もいろいろ紹介をしてみましたけども、紹介しきれなかったこととか検証してほしいことなんかありましたらコメントに質問ください。お借りしている間に検証できそうなことがあればまとめて検証させていただきます。
でも本当これいいですね。結局ね、自分で買っちゃいそうな気はしてきてます、今。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が良かったと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。またね、このチャンネルではこういった Apple 製品のレビューも結構やってまして、これからもね、発信していく予定ですので、興味ある方はよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。